皆さんこんにちは。紫梅野です。前回、自然物を描くという企画で岩を下書きする動画をアップしました。今回はその下書きのペン入れをやっていこうと思います。ペン入れ自体の解説をする前に、このシーンのコンセプトをお伝えしておこうと思います。下書きの段階からふんわり考えていたことですが、ペン入れ前に方針をしっかり決めました。コンセプトを立てておくことは、ペンタッチやトーン処理にも影響してくるので大事です。岩の手前に女の人が立っています。少し遠くにいるし、うつむいていて表情がわかりません。次のコマで女の人が顔を上げてこちらを向きます。表情で怒っていることがわかります。このシーンは、この女の人を見ている人の回想です。男の人を想定しています。別れ話をしていた時のことを思い出していますが、なぜ怒られたのかを忘れてしまっています。この女の人と別れて数年が経過しています。以上が今回のコンセプトです。ページの前後や、このページでは表現できないことも考えておきます。感情や情感はキャラクターだけが担うものと思われるかもしれませんが、実は背景もその役割を担っています。脚本や構図や演出にもかかってくるので、背景美術もシーンの感情に合ったものの方が良いと思います。それではペン入れを見ていきましょう。この岩に担ってほしい情感は郷愁です。下書きの段階から思っていたことなので、下書き線にも若干現れているかもしれないと思っています。そんな感覚をよりはっきりしていきましょう。郷愁はこの女の人の感情というより、彼女を見ている男性の感情です。郷愁を岩のテーマにすると、この男の人は思い出の中の女の人に対してマイナスなイメージをあまり持っていないことが暗に示せるのではないでしょうか。もう戻らない過去に少しやるせなさを感じているのがにじみ出るといいなと思っています。岩の形を描いたとき、郷愁感を意識しすぎたせいか、岩がちょっと丸くなってしまったような気がしました。少し線が内側に巻いてしまったと言えばいいでしょうか。下書きから参考にしていた正木先生の岩を見ると、外に跳ねているように感じます。後から少し修正しましたが、おそらく質感を書き込んでいくにつれ気にならなくなっていくだろうと踏んで先へ進めます。一度郷愁をインプットしたので、必要以上に意識することもないかと思い、とにかく絵になるように仕上げていこうとしています。私の場合、あまりテーマを意識しすぎると、絵に自由さがなくなって硬くなったりするのでほどほどにします。大体の仕上がりイメージは持っているので、それを信じて描いていきます。形は大体描き終わったので、岩の質感を描いていきます。正木先生から形を描くときも質感を描くときもリズム感が大事だと教わったので、そのように努めています。質感はやめ時がわからなくなるので、書き込みすぎてしまう前に頭を一旦冷静にしないといけません。同じリズムでずっと書いてしまうと、疲れも忘れて延々と書き続けてしまう癖があるので、違うリズムを意識的に取り入れて、なんとか平静を保ちます。
また、写真そのままに質感を書き込もうとするのも書き込みすぎを招く一因です。岩らしく見える質感を選び、それをデフォルメして描いていきます。まんべんなく書き込んでいくのではなく、白く飛ばすところを作るのも効果的です。これもリズムの一つだと思います。ちなみに書き込むのは表現として良くないと言いたいわけではありません。あくまでこのシーンに合う表現手段はどれか模索しているだけだったり、自分が使えるやり方を用いているだけに過ぎません。例えばこのシーンで怖さなんかを表現したい場合はもっと書き込んだ方がいいかもしれません。一番上の段の岩の質感を書き込んだので、上から2段目の岩の質感を書き込んでいきます。全体を見ながらなんとなく上から順に書き込んでいきます。細部にフォーカスしたら全体を見てバランスを確認しながら質感を書き込む部分を見分けていきます。少しですが、質感を下書きした時よりもペン入れは書き込みが少なめになります。ペン入れではタッチがつくので、下書きほど書き込まなくても十分な場合があるからです。この時、どの下書きを採用するかの見極めの精度が上がったり、そもそも質感は下書きなしでもアドリブで書き込めるようになったりすると、よりラフ感のある絵が描けるようになるだろうと思っています。
斜線と質感のタッチを組み合わせて、陰影と質感を同時に表現しようとしています。これも正木先生の仕事場で学んだ方法の一つです。影の部分に特に質感を多めにつけると、質感のタッチが影の役割も担ってくれるというものです。描いているときは、ベタ部分をベタのみにせず、グラデーションを使ったりして質感や立体感を出せないかと考えていました。影にする部分は写真を参考に決めていきます。斜線の向きは岩の形がよりわかるような向きでつけていきます。奥行きがわかるようにパースに沿ったラインで描いたり、岩の斜線や表面の凹凸がわかるよう流れを取ったりしています。グラデーションを使わずベタのみで暗さを出すとハイコントラストな演出っぽくなってしまうかなと思って選びませんでした。日差しの強さやかっこよさを表したい時にはいいかと思うのですが、今回の絵はどちらかというと素朴さを出したいので斜線を多めに使うことを選択しました。正木先生から紫さんは斜線が得意だねと言われていたので、いいと思われているものは積極的に使っていこうとしています。例えばこのシーンを郷愁や素朴さではなく、先ほども例に挙げたような怖さを演出しようと書いた場合は、もっとベタが多くなるかもしれません。ここはそういうシーンとしては書いてないので、岩の大きさや硬さ、重厚感を表現する程度のベタに抑えようとしています。手前の女の人の髪もベタが入る予定なので、その分も頭の隅に置きながらバランスを見ます。人物と重なる部分はなるべく書き込みを少なくしています。場合によってはキャラの周りを白抜きしたりぼかしたりするか考えますが、今回は特に必要ないかなと思い線はキャラにくっつけています。髪のベタと被る部分だけは白抜きしています。斜線を入りと抜きをしっかりつけてシャープに描けば素朴さより綺麗さとかが出るかもしれません。岩はゴツゴツしているので途切れ途切れの斜線を粗めに使っていますが、岩でなく布に斜線で質感をつけたい場合はもっとスッと引くかもしれません。布の質感にもよると思います。
側の小さな岩にも適当に質感を書き込んでいきます。主役の岩ではないのであまり書き込まないようにします。砂浜部分を少し書き込んで完成です。次の動画では砂浜を描いていこうと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。